こんにちは。中条孝之です。今日はですね、スクレーピングというのをやっていきます。スクレーピングって皆さんご存知ですかね？ウェブ上にあるサイトを取得して、その情報を使って情報を調査したり、またその情報を使って何か新しいアイデアをひらめいたり、そのいろんな活用があると思うんですけど、ウェブ上にある情報を取得するっていうのを今日はやっていこうと思います。Google Apps Script という言語を今回も使っていきます。ではですね、いつも通り Google スプレッドシートというのを開いてください。一応ですね、スクレーピングをするにあたって3つ注意点がございます。まず1つ目が著作権上の問題ですね。それから2つ目、利用規約との接触。それから最後、サーバーへの過度なアクセス。この3つですね。一応ですね、こういう知的財産に詳しい方に今回スクレーピングってしていいのかというのをですね、聞いたところ、コンピューターによって情報を解析することが目的である場合には、著作権者の同意を得ることなく、スクレーピングによって取得した他者情報などを記憶媒体に記憶したり、翻訳することができると。で、適切にスクレーピングを行うためには、4つ見るべきポイントがありまして、まず1つ目が利用目的。で、スクレーピングの対象。で、3つ目がアクセス制限の厳守。それから利用規約。これらに注意をしておくことが必要であるとおっしゃっておりますと。有名な判例があるらしく、ライブラハック事件というのがあったらしく、スクレーピングをした人が逮捕されて損害賠償請求もされたという案件があるそうですね。はい。この事件は、スクレーピングした事実を問われるのではなく、スクレーピングを繰り返したことで相手による負荷が多くなったことで、営業を邪魔されたこと、これらがですね、結構重要な問題となり、摘発された事件ということでしたと。この事件をきっかけにいろいろとスクレーピングってどうなのっていうことは問われてるんですけど、本当に迷惑とかかけなければ大丈夫だと思いますし、今回はですね、シンプルに情報を取得してスプレッドシートに出すっていうところまでやるので、はい。問題ないかなと思っております。もしですね、詳しい方いたら、ぜひですね、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。一応ですね、はい、この動画撮るにあたり、スクレーピングについて、権利問題について詳しい方に聞いてみましたということで、一応ですね、このサイトに結構詳しく書かれてたので、こういうサイトもですね、ぜひご参考に、はい、一応、この辺ですね、スクレーピングの著作権とか、あと違法にならないために、利用目的、スクレーピングの対象、アクセス制限の厳守、利用目的約、これらに注意しようねっていうのは書かれていますと。はい。で、今回はですね、このコンパスっていうプログラマーがですね、よく見る、エンジニアがですね、例えば、Go っていう言語を学びたいなと思ったら、はい、私もこれ明日参加しようと思ってるんですけど、こういうリリースパーティーだったりですね、無料で参加できたりするので、こういったイベントがたくさんあり、イベントがですね、ランキングで形式見れるので、この情報をですね、取得して、スプレッドシートに吐き出すっていうのをですね、今日はやろうと思っているんですけれど、この利用規約には一応スクレーピングに禁止とは書かれておらず、一応ですね、こちらの利用規約確認したんですけど、はい、特に禁止という事項が書かれてなかったので、こちらのサイトをスクレーピングして、スプレッドシートに吐き出すというのをですね、今回はやっていこうと思います。ではですね、話も長くなってきたので、ではですね、早速やってまいりたいと思います。では、こちらですね、ツールからですね、スクリプトエディターというのを押していただいて、いつも通りですね、こちら、スクリプトエディターというのを開きますと。こちらのスクリプトエディターというところに、Google Apps Script という言語を書いていきますと。で、今日はですね、パーサーというのをライブラリで使おうと思うので、はい、スクリプト ID が必要ですと。ちょっと検索してみますね。パーサーと今検索したんですけれど、公式はどれですかね、ID が知りたいので、ID と検索をすると、一番上の記事を見てみますかね。ID が見たいんですけど、はい、これですね。1M から始まる NW。この ID をですね、後で YouTube の概要欄に貼り付けておきます。ではですね、こちらをコピーしていただき、このスクリプト ID というところに貼り付けて検索をしてください。そうするとですね、はい、バージョンは8で大丈夫で、パーサーと書いているので大丈夫ですと。追加をしますと。はい。これでですね、パーサーというライブラリが使えるようになりました。
一応私のユーデミーで LINE ボットを作ろうっていうのがありまして、こちらではですね、Chilio という jQuery というですね、JavaScript のまたライブラリがあるんですけど、その感じで使える便利なスクレーピングのライブラリもあるんですけど、今日はですね、パーサーというのを使ってやっていこうと思います。それでは早速やってまいりましょう。まずはですね、関数の名前はですね、ちょっと名前変えておきますかね。パーサーテストとかにしておきましょう。ではですね、こちらにプログラミングを書いていきます。はい。では、早速やっていきます。はい。一応ですね、こちら黄色文字になっているのは保存されてない状態なので、保存をしてください。はい。ではですね、早速やってまいります。まずですね、どの URL を取るかなんですけど、先ほどこのランキングを取りたいと伝えたので、ランキングを取ってみますかね。1位から50かな、50まであるので、これらの一個一個の名前をですね、取っていこうと思いますと。ではまずですね、こちらの URL を定義しましょう。はい。コンストとして URL イコールコーテーションで囲ってあげて、そのコーテーションの中に、はい、入れると。でですね、ここはですね、これがあってもいいんですけど、なくても動くので、一応なくシンプルにやっていこうかなと思います。はい、終わりだよというマークですね。はい、なくても大丈夫です。ではですね、その下にですね、HTML と書いてください。で、この中に URL FetchUp というアプリがですね、Google でオブジェクトで用意されていますので、その中のですね、フェッチですね。で、カッコで、ここに URL を書いてください。でですね、.get コンテントテキストですね。はい。で、この中に一応文字コードも書けるので、書いた方が親切かなと思うので、はい。何やったかというと、この検証ですね。右クリックで検証を押すと、この Developers ツールというのが開かれるんですけど、よいしょ、ちょっと私の顔が大きいので、ちょっと小さくしておきますね。ですね、はい。検証ツールですね。はい。もう一個ですね、ページのソースを表示と押すとですね、こう、はい。ソースコードが全部見れるようになっています。はい。でですね、こちらですね、UTF-8 と書かれているので、UTF-8 と書いてありますよね。これ、コントロール F で、キャラセットと、スペルは CHARST、ET、CHARSET ですね。で、イコール UTF-8 と書かれているので、はい。文字コードは UTF-8 なので、ここにですね、UTF-8 と書いておきましょう。はい。そしたらですね、console.log で中身を見てみますかね。よいしょ。HTML と。で、保存をしていただき、実行ですね。ちょっと最初は時間がかかるのですけれど、少し待つと、はい。まずはですね、最初は権限が聞かれますと。権限を確認をしてください。で、メールアドレスですね。で、ここで注意してほしいのが、安全なページに戻るという青いボタンではなく、詳細ですね。左下にあるこの小さい詳細というのをですね、押していただいて、こちらですね、移動というページが出ています。今、無題のプロジェクト、何も名前を書いてないので、無題のプロジェクトって書かれてるんですけど、無題のプロジェクトに移動。こちらを押してください。そうするとですね、はい。Google ドライブのアクセスと、あと外部サービス、パーサー、これから使うこの URL フェッチですね。これを使ってもいいですかと聞かれているので、許可を押してください。はい。ライブラリ入ってるからですね、外部サービスって言ったかもしれません。今、パーサーを入れて、Code.js3 行書いただけなので、はい。許可をしていただいて大丈夫ですと。はい。そうするとですね、HTML の中身が、はい、取れてます。コンパスって書かれてますね。はい。ここにもコンパスって書かれてるんですけど、この情報が全部、このログとして今、はい、しっかりと取れています。いかがでしょうか。もうこれだけでもいろいろとできそうですよね。はい。じゃあですね、早速この console.log で取れた HTML の中身が分かったので、この HTML の中身を使ってですね、
情報を精査していこうと思います。ではですね、コンストでですね、イベントタイトルといただいて、まずイベントのタイトルをですね、取得してみましょうかね。じゃあ、パーサーですね、ドットデータとして、括弧で、この HTML ですね。HTML をコピーしていただき、貼り付けましょう。でですね、from to ですね。まず from はどこから取るのかというと、HTML たくさん取れたじゃないですか。ここにたくさん取れてる中のどこを取るのかなんですけど、今回はですね、この検証ツールの、検証一回消しますね。この検証を押すとですね、はい、こう出てくるんですけど、この中の左上ですね、このポチマーク、この矢印を選択して青くなったのを確認したらですね、こう選択ができるんですよね。で、どこを取りたいかなんですけど、まずタイトル取りたいので、はい、タイトルに合わせていただいて、クリック。そうすると今、はい、この HTML の中の P タグの中のイベントタイトルの中に、はい、セキュリティエンジニアリングの世界が出てますね。で、この情報を取りたいのですけれども、A タグで指定してあげると URL が書いてあって、こちらの URL はですね、唯一無二なので、その1個手前がいいかなと思って、この P タグですね。ここ取りますかね。イベントタイトル。ちなみにこれがどこにあるかというとですね、今50個あるんですよ。なのでちょうどよく50個取れるかなと思うので、まずはですね、この最初の1行目のセキュリティエンジニアリングの世界というのをですね、取得しようと思います。なので、この P タグ、イベントタイトルですね。こちらを from のここにですね、クォーテーションの中に貼り付けてください。で、どこまでかなんですけど、P タグの終わりですね。これですね。P タグの終わり。つまり、これが取れるわけですね。ここの、ちょっと青くなったこの部分。ここを取りたいので、また、ここに、よいしょ、よいしょ。P ですね。で、ドット、ビルド。ビルド。で、カッコしてあげて、コンソール、ドット、ログで、イベントの中身が取れたか。イベントタイトルですね。このイベントタイトル、定義したイベントタイトルの中身を見てみましょう。ではですね、保存をしていただき、実行。はい、取れましたね。タグの中がしっかりと取れております。はい。では、イベントタイトル全部取りたいときはどうするかなんですけど、複数なので、イベントタイトルとして、このコンソール .log の中もイベントタイトルにして、この後ろのですね、ビルドではなく、iterate、アイテレイトなんですかね。ちょっと読み方わかんないんですけど、これにビルドではなく、アイテレイトにしていただき、もう一度保存をして実行しましょう。そうすると、はい、なんと、はい、出ましたね。がっつり50個取れております。いかがでしょうか？結構すごくないですかね？はい。なのでですね、このイベントタイトルの情報を今度はこっちのスプレッドシートに入れていこうと思います。では、コンストでシートと定義しましょうかね。シートの中にですね、スプレッドシートアップ。これ Google が用意しているスプレッドシートアップっていうのがあるんですけど、この中のですね、ドットで OpenID、OpenByID ですね。はい。で、こちらのシートのですね、URL の中の ID の部分ですね。これをちょっとコピーして、一旦全部これコピーしますね。はい、で、コピーした URL をですね、貼り付けてください。で、この D スラッシュの後、エディットの手前まで、この部分が ID になっているので、これを指定してあげるといいんですけど、一応ですね、OpenByID じゃなくて、OpenByURL というのがあるので、こちらだと別に ID 指定しなくてもこのまま使えるので、今日はちょっとこれでやっていきますね。で、シートの名前ですね。
今このシートと紐付けたんですけど、このシート1というのをですね、使いたいので、はい、シート1のところに貼り付けるんですけど、get sheet by name で、カッコで、シート1と入れておいてください。はい、これで今、シートが定義されたので、このシートにですね、append row で、先ほどのですね、イベントタイトルの中身を入れたいと思いますと。でちなみに、これ開業されてましたよね。ちょっと、すみません、一旦これコメントして、なんかバックスラッシュのがここに入ってた記憶があるんですけど、そうですね、スプレッドシートと紐付けようとしたので、また権限確認があるんですけど、また同じようにですね、詳細から移動で、はい、スプレッドシートと紐付けて良いですかと聞かれてますのでですね、はい、許可をして、ここですね、最初、バックスラッシュ N、これをちょっと取りたいので、ここにバックスラッシュ N 入れておきますね。はい、そうすると、最初にバックスラッシュ N はなくなるはず。はい、なくなりましたね。なので、これで取ろうと思います。取るというか、一回シートに表示させてみますね。じゃあどうやって表示するかなんですけど、イベントタイトルの最初の1位だけまず入れてみますかね。これの中の配列の0番目ですよね、多分。二次元配列で取れてるのかな確か。ちょっともう一回見てみますか。多分0番目で取れそうですけど、もう一回、すみません、イベントタイトルの中を確認すると、そうですね。はい。一元配列ですね。はい。二次元にはなってないので、多分これでシートの中に、ここにですね、出てくるんじゃないかな。タイトルが。はい。出ましたね。はい。A タグも取れちゃってますけど、はい。あと、開業も入っちゃってますね。なんで、この辺いらないので、消しますかね。うん。消しましょう。なので、いろいろやり方はあると思うんですけど、そうですね。じゃあ、ちょっとコンストではなく、書き換えられるレッドにしていただき、イベントタイトル。でも一個一個変えていくか。そうですね。ですね。書き換える前に、for 文で、一旦回しますかね。I in イベントタイトルとしていただき、はい、50回回ると思うので、よいしょ。はい。これでですね、0番目ではなく、I 番目にしていただき、で、最初は、数字、ランキング入れたいので、I を入れておきますかね。で、I はですね、0から始まっちゃってるので、これプラス1としましょうかね。で、この I はですね、実は文字の I なので、この I はですね、多分数字にした方が良いかなと思うので、はい、数字にしますね。で、この状態で保存をしていただき、実行しましょう。そうすると、はい。ちょっと順番に一個一個取れて遅いかもしれないですけど、取れてますね。これちょっと一旦消そうかな。よいしょ。いかがでしょうか。しっかり取れてますね。はい。50個取れましたかね。はい。取れましたね。50個。順番に取れてます。いかがでしょうか。順位とかしましょうね。タイトル。で、URL としましょうかね。はい。で、タイトルじゃないじゃないですか。ちょっと URL とタイトルは分けたいので、これどうやって分けるかなんですけど、そうですね。こちらもいろいろとやり方がありそうなんですけれど、こうよりも、そうだな。一旦このイベントタイトルはコメントしていただいて、ここにですね、そうだな。フォームの上に一旦レッドで、まずイベントタイトルですよね。イベントタイトルっていうのを作っていただいて、
からで入れますね。まあ別にこれなくてもいいんですけど、イベントタイトルと、もう一個、イベント URL ですかね。イベント URL と。はい。まあ、こう書いてもいいんですけど、はい。一行にシンプルにまとめるならこうかなと思います。で、イベントタイトルの中にですね、まずは、コールで、イベントタイトルの0番目、つまりランキング1位ですね。ランキング1を入れますと。で、ちょっとこの中何が入ってるか、一旦確認しますね。で、バックを押しましょう。そうするとですね、はい、こちらにイベントタイトルの、イベントタイトルたくさん入っていて、イベントタイトルは、はい、こういうふうに取れてるんですよね。うん。この最初の空白がちょっといらないのと、あと、タイトルなんで、この辺いらないですよね。まず A タグいらないので、A タグを切り取りたいと思います。じゃあどうやって切り取るかなんですけど、イベントタイトルのいらない部分を切りたいときは、ドットリプレイス。はい。JavaScript のメソッドであるので、このリプレイスを使いますと。で、何を切り取りたいかなんですけど、そうですね。A タグですよね。A タグ。で、ここはですね、毎回変わるんですよね。この URL は。なので、そうだな。一応この謎の空白も入れますね。で、ここまでですね。はい。ここまでコピー一旦しますね。で、貼り付けましょう。こうやって。あ、コピーできてない。全体一体コピーして、よいしょ。できましたね。はい。で、ここの、最初のここですね。これがいらないので、はい。で、一応これも入れていただき、ここはですね、コメントをしましょうかね。はい。で、もう一個、よいしょ。今度はイベントタイトルの中に、今、上の A タグだけ取れたんですけど、後半のこの A タグですね。ここもいらないので、これもですね、取っちゃいますね。コピーして、今度はここですね。はい。A タグもいらないので消していただいて、はい、これでいけるかな。ちょっとやってみますね。で、ここですね。イベントタイトルも、イベントタイトルにしてもらって、よいしょ。はい。これでどうでしょうかね。いけるはず。はい。じゃあ、保存をして、これ、消しますね。よいしょ。一応ここにデバッグしますかね。ここにアペンドする前に。イベントタイトルは、しっかり取れてそうですね。バックスラッシュ N が入っちゃってるな。そうだな。バックスラッシュ N は切り取りたいので、多分入ってますよね。多分入ってるので、さっきも開業されてたので、多分入ってるので、もう、ここにですね、バックスラッシュ N で、もう一回デバッグ。そうすると、変わってないですね。変わってないけど、でも、いるはずなので、これで、もう一回ですね、実行しましょう。そうするとですね、はい、どうですか。コンパスイベントランキングも同じなんですよね。取れてるので、大丈夫そうですね。はい、しっかり取れましたと。で、じゃあ今度次 URL ですよね。ちなみに全部同じなのがダメか。なので、2行目から、ここ0にしてるからですね。ここは I ですね。失礼しました。はい。これでいいんじゃないかな。実行。保存。大丈夫かな。よいしょ。
まあでも、最初は取れてますね。ちょっと停止、停止、停止。もう一個変更するところがありそうですね。ちょっともう一回デバッグしてみますかね。はい。最初はこれで OK で、次、続行してみますかね。ここ。デバッグの下のここ。再開ですね。再開を押してもらうと、次が NAT さん。なんで A タグが取れてないんだろう。あ、これですね。これが確かに唯一無二なので、ここはですね、はい。変えなきゃいけないですよね。どうするかは、多分、ドット込めていけないかな。ドット込め。ちょっと、この空白もやらないそうでなので、ちょっとこれでやってみますか。もう一回停止で保存。デバッグ。あ、ダメだな。なぜだ？こっちはなくなってますね。閉じタグの A は。なので、やっぱり、今度、ドットコメじゃないのかな。あ、これがこうかな。これでいけるか。はい、失礼しました。これでいける気がするので、全部 A タグを取りたいときは自由なんですけど、今回は1個しかなさそうなので、これでですね、もう1回保存をして、デバッグやってみますかね。あ、全部消えちゃった。ですね、そっか。閉じタグがちょっと最後と認識しちゃったので、ここはですね、どうしようかな。A タグの終わりが、そっかそっか。これも入れますね。これも入れますかね。よいしょ。で、ここに入れますかね。これでもう一回、デバッグ。さあ、いかがでしょうか。取りましたね。はい、OK です。では、もう一度、そこ、オープン ID。取れてますね。いい感じ、いい感じ。いい感じで取れてますね。はい、しっかり取れてそうですと。なので、OK で、ちなみに空白も全部なくしたいので、同じように、これですね、このスラッシュにしてもらって、空白を何もない状態にしてもらって、デバッグ。これで空白なくなりますかね。入っちゃってますね。これ大文字か。大文字ですね。多分。タブかなそれとも。ちょっとわかんないんですけど。タブですね。タブが入っちゃってるんですね。なるほど。これはちょっと全部聞いておきたいので、G 入れていただいて、はい。で、閉じて、保存で、デバッグ。5個ぐらい入れときますね。はい。5個ぐらいデータを入れたんですけど、なくなりましたね。OK です。はい。謎にスペースありますが、一応消しておきますか。謎のスペース。これ多分半角なんだと思うんですけど、これですよね。半角のスペースも、これでなくせるかなと思います。はい。ちょっと見といていい感じなので、じゃあ今イベントタイトルできたので、今度イベント URL の方ですね。なので、同じようですね、これをもう一度じゃあコピーして、貼り付けて、今度はですね、イベント URL ですね。はい。URL の方を今度は変えていきたいなと思います。はい。では、A タグは今度は必要なんですけど、その後ろですよね。もう一度、この辺で止めてもらってデバッグを押すと、今、イベントタイトルっていう配列の中には、はい、このような感じになっておりまして、ここですよね、取りたいのは。
href の中、はい、ここを取りたいので、今度はですね、これを、ではコピーして、コピーして、に貼り付けると。で、何もない状態にしまして、で、次はですね、これタイトルか。失礼しました。こっちですね。ここに貼り付けていただき、で、これも同じの。空白も消していただき、ここですよね。ここに、閉じタグからスラッシュ A まで。ここまでですね。はい。これを消したい。でも、ここは毎回変わるので、タイトル部分ですね。タイトル部分は、ドットコメにしていただければいけるんですけど、スラッシュ A は、このスラッシュとスラッシュの間に挟まれているこのスラッシュは、バックスラッシュを1個入れてあげたら、はい、しっかりとスラッシュ A として認識するかなと思います。はい、ちょっと凝ってますけど、これで動くはずですと。では、保存をして、でバックしてみますかね。こっちはいらなくて、最後。URL。取れてるのか取れてないですね。HTTPS。惜しいですね。そっか。ここに空白が入っちゃってるからかな。これはじゃあ消しますかね。うん。これでちょっともう一回消して。ちなみにイベントタイトルの後ろにイベント URL 入れたいので、ここはイベント URL ですね。はい。では、ちょっと一旦これは消して、もう一回デバッグ。保存して、デバッグ。取れましたね。いいんじゃないですかね。いい感じ。いい感じですね。じゃあ、一旦停止して、はい、ちょっと、あれですね、開業が入っちゃってるので、開業は消したいので、これですね。これを入れて、タイトルではなく、URL ですね。はい、これで保存をしていただき、実行。いかがでしょうか。結構きれいに取れてますね。コンパスっぽく赤にしようか。しっかりと50位取れました。いかがでしょうか。はい。これを応用すればですね、いろいろとできるので、もしよければお試しください。はい。もちろん、これトリガー設定もできますと。毎回毎回、こうトリガーで、この右下にですね、トリガーを追加というボタンがございまして、パーサーテストを時間主導型で、日付ベース、時間ベースでもいいんですけど、日付ベースで、毎朝7時から8時に、この関数を実行してね、みたいな感じにして、はい。常に情報が取れると。で、シートデリートローズ。デリートローとデリートローズがあって、デリートローは1行ですね。デリートローズが複数行なんですけど、2行目から50個。多分これでいけると思うんですけど、これはちょっと別な関数にしておきますかね。それが一番上とかにするとか。ちょっと上にやっとくと嫌なので。新しくファンクション作りますかね。ファンクションで、デリートテストとかにしてもらって、で、先ほどの
これですね、シート .delete rows。で、シートはですね、今ここに定義してるんですけど、これをグローバル変数に、定数か。グローバルのところに書いておいて、はい、これで今シートが両方の関数で使える状態になったので、はい、このシートの中の2行目から50個だと思うので、ちょっとこれでディリートテストの方を実行してみますね。ちょっと怖いけど、よいしょ。あ、消えましたね。はい。2行目から50個消えたんじゃないかなと思います。多分そうですよね。よいしょ。一応59個作って、実行を押すと、そうですね、51から59が残るので、50個消えるのが今使われましたと。なので、もう一度ですね、こちら、左側のトリガーからトリガーを追加で、今度デリートテストを時間主導で、日付ベースで、さっき6時から、さっき7時から8時にしたので、その1時間前、6時から7時で保存をしていただいて、はい。デリートテストをまず実行させるっていうのもできるんですけど、これだと1時間謎の何もない状態ができてしまうので、こういうするのではなく、そうですね、どうしようかな。このパーステストの11行目、この4分の手前あたりぐらいにデリートテストを呼び出しますかね。デリートテストを呼び出すと。はい。そうすることによって、最初に50行削除した上で、どんどんこれが実行されて、アップエンドローされて、情報が出てきますので、はい。別にトリガー2つセットする必要はないかなと思います。いかがでしょうか。はい。もちろんこれ Google Apps Script なので、こちらにですね、実行して、どんどん追加されるだけでなく、追加した情報をですね、例えばメールで飛ばすだったり、Slack に飛ばすだったり、LINE でノーティファイで通知するとか、いろいろとやり方はあるし、これを機械学習で分析させて、何か新しいアイディアをひらめくっていうのも御社でできるだろうし、いろいろとやり方はあるのかなと思いますので、ぜひご活用くださいませ。はい、いかがでしたでしょうか。もしですね、こんなの作ったよとかありましたら、ぜひですね、コメントや高評価もお待ちしております。いかがでしたでしょうか。一応ですね、8月25日に LINE のですね、ディベロッパーズコミュニティとかいうのがございまして、こちらでですね、LINE ボットを作ります。1時間でできる Web API とスクレーピングを活用した LINE ボットというのをやりますので、もしよければですね、そちらもご覧いただければ嬉しいです。それでは、またお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。良い一日をお過ごしください。